皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。ホンダオデッセイの初期型モデルにラインナップされていた純正カラーは、ホンダオフィシャルによりますと、パシフィックブルーパールからグラナダブラックパールまでの全7色。このカラーラインナップから当時先輩が乗っていた思い出のセージグリーンメタリックを調色し、仕上げていきたいと思います。使用した塗料はメタリック粒子がきめ細かいクレオスのスーパーファインシルバーが7割、タミヤのピュアブルーが3割で調色。ボディ塗装の工程としては、それぞれいつも通りの3工程。1工程目は各曲線や角と呼ばれる部分を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目は各部ムラのないよう塗装をしていきます。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。塗装を行った箇所は下回り全般とインテリアパーツにクリアパーツです。下回りに関してはシャシーは成型色をそのまま利用し、エンジンのオイルパンにマフラー、ショックなどに対しメタリック塗料を塗装。メタリック塗料指定パーツは、例えばマフラーの太鼓部分はフラットアルミ、エキゾーストパイプ部分はクレオスのスーパーアイアンに塗装するなどし、素材の違いを表現しました。インテリアパーツの塗り分けは説明書の通りではなく、ホンダオフィシャルを参考にシートと内張り、ダッシュボードの下の部分にはスカイグレーにカーキを少量混ぜたもの、ダッシュボード上の部分にはスカイグレーとライトシーグレーを少量混ぜたもの、ダッシュボードのパネル部分にはダークグレーを吹き付け。クリアパーツは説明書指定通りクリアオレンジ、クリアレッドの順でマスキングを行いながら塗り分けをしました。続いて筆を使用した塗り分けを行っていきます。先ほどのエアブラシで塗装したパーツに対し、細かい部分を塗り分けていく作業となり、一つ一つのパーツがリアルに仕上がっていく過程、じっくり攻めていきます。塗装をしたパーツはダッシュボードと足回りのショック部分のみで、説明書指定通りの塗り分けはせず、こちらもホンダオフィシャルと実写写真を確認しながら塗り分けていきました。まずはエナメルのセミグロスブラックでダッシュボード内のボタンと足回りのショック部分を塗装。ダッシュボード内のセンターにあるエアコン下のボタンに関してはモールドされていなかったので、プラ材をカットし追加してあります。ハザードランプボタンのレッドはインテリアパーツのアクセントとしては欠かせない部分、しっかり再現していきます。続いてデジタル時計とオーディオ液晶部分にはシルバーを下地に入れ、上からクリアグリーン、エアコンの温度調節部分にはレッドとブルーをそれぞれ差し込み、最後にエアコンルーバー部分に墨入れをし完了となります。次にシートベルトのバックルを自作していきますが、今回は製作方法をアップデート。今まではプラ板で製作していましたが、今回からはタミヤプラ材の角棒 3mm を使用していきます。まずは角棒をニッパーで 1.5mm 幅にカット。ヤスリで形を整えたら 0.8mm のピンバイスで片方のみ穴を貫通させない程度に開けていきます。
続いて穴を開けた部分に対し 0.8mm の真鍮線をカットしたものを接着。接着が乾いたらブラックで塗装をし、プッシュ部分にレッドを差し込み完成です。角棒に変更したことによりさらに簡単にできるようになり、作業効率がアップしました。続いてデカールの貼り付けです。まずはリアエンブレム部分。こちらは自作したエンブレムデカールを貼り付ける予定ですので、デカールの白部分が透けてしまうため、下地としてリキッドクロームマーカーを塗装。続いてデカールの貼り付けですが、デカールを貼った箇所はナンバープレートにボディ全般、ダッシュボード内のメーター、ナビ液晶部分となります。このキットはナビの液晶がデカールとなっていて、リアルに仕上げることができ嬉しい部分。とは言っても十数年前のキットですので、デカールの破れに気をつけながらマークフィットでなじませつつ貼り付けていきました。他にもどうしても再現したかったホンダプリモの販売店ステッカーを自作し貼り付け。少々文字が潰れてしまいましたが、雰囲気は出たと思うのでよしとし、次に進めていきます。最後にメーターパネルとナビ液晶部分をレジン液で保護し完了です。次に下回りの組み立てですが、まずはこちらをご覧ください。キット付属のタイヤですとどうも扁平率がポンコツな気がしてならないので、ジャンクパーツよりちょうど良さそうなタイヤをセレクトし交換しました。完成した際のバランスはとても重要な部分ですので、違和感があるものは迷わず交換。ホンダらしくシャキッとしたオデッセイになるよう進行していきます。下回りの組み立てに関しては説明書通りフロントから組み立て、タイヤをサスパーツに組み付けシャシーに合体。強固な接着にしたいのでセメダインハイグレード模型用接着剤を使用し接着しました。接着が固定するまで洗濯バサミの径となります。フロントを固定している間にリアも同じように接着。今回はノーマルで組み立てる予定で、仮組みの際車高も問題なかったのでストレートに組み立てることができました。次にマフラーと 4WD のモデルなのでデフシャフトを取り付け下回りの完成です。最後にインテリアの組み立てです。まずはダッシュボードの組み立てから。塗り分けなどは終わっていますのでひたすら組み上げていくのみ。インテリアの組み立てで最近ハマってしまったダイソーのフェルト生地を使用したカーペットの再現。今回はグレーをチョイスし、それぞれのサイズでカット。カットしたものをセメダインハイグレード模型用接着剤を使用し接着していきます。床部分が決まったら作っておいたシートベルトのバックルを事前に穴を開けてあるシートの脇に差し込み接着。続いてハンドブレーキを取り付け、3列目のシートからフロントに向けシートを接着していきます。最後にダッシュボードを接着しシャシーと合体。自身の思い出の中にあるオデッセイ。よく先輩が乗るオデッセイの助手席に乗せてもらっていたのですが、そんな懐かしい気持ちとともに組み上げることができました。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。
ご視聴いただきありがとうございました。